無人航空機は空の産業革命とも言われ、すでに空撮、農薬散布、測量、インフラの点検などに広く利用されている。今後は、都市部も含む物流や災害対応、警備への活用など、さらに多様な分野の幅広い用途に利用され、多くの人々がその利便性を享受し、社会が抱える様々な課題を解決に導くことで、産業、経済、社会に変革をもたらすことが期待されている。他方で、上空を飛行するという無人航空機の特性から、衝突や墜落といった事故が発生した場合には、重大な被害を生じさせる可能性がある。実際に、人への墜落事故や、航空機との接近といった人命への危険を生じさせる恐れのある事態や、空港付近での目撃情報に基づき、国際空港が一時的に閉鎖されるといった事態が発生している。無人航空機の飛行の安全を確保しつつ、上記のような役割を果たしていけるようにするための制度の一つとして、無人航空機操縦者技能証明制度が創設された。この制度は、学科試験、実地試験及び身体検査により無人航空機を飛行させる者の知識と能力を判定し、これらに合格した者について無人航空機を飛行させるのに必要となる一定の技能を有していることを国が証明するものである。無人航空機操縦者技能証明を受けるためには、原則として学科試験、実地試験及び身体検査に合格することが必要であるが、登録講習機関、国が登録する民間機関において無人航空機の操縦にかかる必要な講習を受講し、講習の終了審査に合格した場合には実地試験が免除される。この教則は、無人航空機を飛行させるのに必要な最低限の知識要件及び学科試験において求められる最低限の知識要件を記載することを目的として作成されたものである。技能証明を取得しようとする者を含む無人航空機を飛行させる者にあっては、この教則を常に参照し、安全な飛行を行うために必要な知識を身につけていただきたい。また、登録講習機関においては、この教則を参考にした上で、これまでの知見やノウハウを活かし、創意工夫を凝らした独自の講習用テキストを作成し、講習に活用されることが期待される。このように、無人航空機の飛行に最低限必要となる知識要件が記載されており、登録講習機関における講習用テキストの土台としての役割を担うことになるこの教則が、技能証明の取得を目指す皆様を安全な飛行へと導く道しるべとなることを願う。無人航空機操縦者の心得、操縦者の役割と責任、操縦者としての自覚、無人航空機の運航や安全管理などに対して責任を負うこと、知識と能力に裏付けられた的確な判断を行うこと、操縦者としての自覚を持ち、あらゆる状況下で常に人の安全を守ることを第一に考えること、無人航空機操縦者技能証明、以下一重に技能証明というの保有者が複数いる場合は、誰が意図する飛行の操縦者なのか飛行前に明確にしておくこと。補助者を配置する場合は、役割を必ず確認し、操縦者との連絡手段の確保など安全確認を行うことができる体制としておくこと、準備を怠らない。無人航空機の事故は、飛行前の様々な準備不足が直接的または間接的な原因となっていることが多いことから、事前の準備を怠らないこと、レクリエーション目的で飛行する場合でも、業務のために飛行する場合でも、安全に飛行するためのルールに関する情報、リソース、ツールを入手すること、ルールマナーの遵守、安全のために法令やルールを遵守すること、空域は無人航空機のみでなく航空機も利用している。航空機と無人航空機との間で飛行の進路が交差し、または接近する場合には、航空機の航行の安全を確保するため、無人航空機側が回避する行動をとること、飛行させる場所ごとのルールや遵守事項に従い、一般社会通念上のマナーを守るとともに、モラルのある飛行を行うこと、飛行に際しては、騒音の発生に注意をすること、自然を侮らず、謙虚な気持ちで無理をしない、計画の中止や、帰還させる勇気を持つこと、危険な状況を乗り切ることよりも、危険を事前に回避することの方が重要である。社会に対する操縦者の責任。操縦者は飛行を開始してから終了するまで全てに責任を問われる。操縦者の最も基本的な責任は飛行を安全に成し遂げることにある。したがって飛行の全体にわたって安全を確保するための対策を実施する必要があり、その責任は操縦者が負っていることを自覚すること、第三者や関係者が危険を感じるような操縦をしない、第三者が容易に近づくことのないような飛行経路を選択するなど、常に第三者及び関係者の安全を意識すること、事故を起こした時に操縦者が負う法的責任。衝突や墜落などの事故を起こした時に操縦者が負うことのある責任には、刑事責任、民事責任があり、また、行政処分を受けることがある。衝突や墜落により死傷者が発生した場合、事故の内容により、業務上過失致死傷などの刑事責任、懲役、罰金などを負う場合がある。操縦者は被害者に対して民法に基づく損害賠償責任を負う場合がある。航空法、昭和27年法律第231号への違反や無人航空機を飛行させるにあたり飛行または重大な過失があった場合には、次のような行政処分の対象となる。技能証明の効力停止、期間は1年以内、安全な飛行の確保、飛行計画の作成、現地調査。
無人航空機の性能、操縦者や補助者の経験や能力などを考慮して無理のない計画を立てる。近くを飛行するときや飛行経験のある場所を飛行する場合でも、必ず計画を立てる。何かあった場合の対策を考えておく。緊急着陸地点や安全にホバリング旋回ができる場所の設定など、計画はドローン情報基盤システム、飛行計画通報機能に事前に通報する。ただし、あらかじめ通報することが困難な場合には事後に通報しても良い。飛行予定地域や周辺施設の調査、標高、海抜高度、障害物の位置、目標物など、離着陸する場所の状況など、地上の歩行者や自動車の通行、有人航空機の飛行などの状況など、飛行前には必ず機体の点検を行い、気になるところがあれば、必ず整備をしてから飛行を開始する。気象情報の収集。飛行前に最新の気象情報、天気、風向、警報、注意報などを収集する。地域情報の収集。地域によっては、地方公共団体により無人航空機の飛行を制限する条例や規則が設けられていたり、立ち入り禁止区域が設定されていたりする場合があることから、飛行予定地域の情報を収集する。連絡体制の確保。飛行の際には、携帯電話、通話可能範囲を確認しておく、などにより関係機関、空港事務所などと常に連絡が取れる体制を確保する。素肌、頭部を含むの露出の少ないもの、無人航空機の飛行を行う関係者であることが容易にわかるような服装、必要に応じてヘルメットや保護メガネなどの保護具を準備する。腸が悪い場合は、注意力が散漫になり、判断力が低下するなど事故の原因となる。前日に十分な睡眠をとり、睡眠不足や疲労が蓄積した状態で操縦しないなど体調管理に努める。アルコールなどの摂取に関する注意事項を守る。技能証明書などの携帯。特定飛行、航空法において、規制の対象となる空域における飛行有は、規制の対象となる方法による飛行を行う際には、許可所有は承認書の原本または写し、口頭により許可などを受け、まだ許可所有は承認書の交付を受けていない場合は、許可などの年月及び番号を回答できるようにしておく。技能証明を受けている場合に限る。飛行日誌を携帯する。飛行中は、気象の変化に注意し、天候が悪化しそうになれば、飛行途中でも、直ちに帰還させるか、または緊急着陸するなど、安全を第一に判断する。危険な状況になった場合に、適切に対応できるだけの能力を身につけておくことは必要であるが、危険な状況になる前にそれを察知して回避することが操縦者としてより大切である。無人航空機の事故のうち十分に監視をしていなかったことが原因となる事故が多発している。無人航空機の飛行する空域や場所には他の航空機をはじめビルや家屋といった建物や自動車、電柱、高圧線、重木などの飛行の支障となるものが数多く存在する。衝突防止装置を搭載する機体もあるが、衝突防止装置を過信せず、鳥などにも注意を要する。飛行に際しては、周囲の監視が最大の安全対策である。補助者を配置する場合には、情報の共有の方法についても事前に確認し、状況把握における誤解や伝達の遅れなどがないよう配慮する。飛行中は飛行のルールを守る。また、法令や条例に定められたルール以外にも、ある地域において限定的に行われている地域の特性に応じたルールや社会通念上のマナーについても遵守する。飛行が終わった後には、機体に不具合がないかなどを点検し、使用後の手入れをして次回の飛行に備える。飛行の終了後には、機体やバッテリーなどを安全な状態で、適切な場所に保管する。特定飛行を行った場合には、飛行記録、日常点検記録、点検整備記録を遅滞なく飛行日誌、紙または電子データに記載する。特定飛行に該当しない飛行の場合でも、飛行日誌に記載することが望ましい。また、リスクに対する対応が不十分と感じた場合は、今後の飛行に備えた記録も行うことが望ましい。事故が起きた時の対応を慌てず落ち着いて、怪我の有無や、怪我の程度など、人の安全確認を第一に行う。機体が墜落した場合には、地上または水上における交通への支障やバッテリーの発火などにより周囲に危険を及ぼすことがないよう、機体が通電している場合は電源を切るなど速やかに措置を講ずる。事故の原因究明、再発防止のために飛行ログなどの記録を残す。無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失有は、航空機との衝突もしくは接近事案が発生した場合には、事故の内容に応じ、直ちに警察署、消防署、その他必要な機関などへ連絡するとともに、国土交通省に報告する。無人航空機の保険は、車の自動車損害賠償責任保険、自賠責のような強制保険はなく、すべて任意保険であるが、万一の場合の金銭的負担が大きいので、保険に加入しておくと良い。無人航空機の保険には、機体に対する保険、賠償責任保険などいろいろな種類や組み合わせがあるので、時期の使用実態に即した保険に加入することが推奨される。無人航空機の飛行に関する規制概要。すべての無人航空機、重量が 100g 未満のものは除く、は、国の登録を受けたものでなければ、原則として、航空のように供することができない。登録の有効期間は3年である。また、無人航空機を識別するための登録記号を表示し、一部の例外を除きリモート ID 機能を備えなければならない。規制対象となる飛行の空域及び方法、特定飛行、航空法において、無人航空機の飛行において、
確保すべき安全は、地上または水上の人または物件の安全であり、これらに危害を及ぼす恐れがあるものとして、次に掲げる飛行の空域と方法を規制している。規制対象となる飛行の空域、小なり航空機の航行の安全に影響を及ぼす恐れのある空域、A、空港などの周辺の上空の空域、B、消防、救助、警察業務その他の緊急業務を行うための航空機の飛行の安全を確保する必要がある空域、C、地表または水面から150メートル以上の高さの空域、小なり人または家屋の密集している地域の上空、D、国勢調査の結果を受け設定されている人口集中地区の上空、規制対象となる飛行の方法、夜間飛行、日没後から日出まで、操縦者の目視外での飛行、目視外飛行、第三者または第三者の物件との間の距離が30メートル未満での飛行、祭礼、縁日、展示会など多数のものの集合する催しが行われている場所の上空での飛行、爆発物など危険物の輸送、無人航空機からの物件の投下、上記 A に掲げる空域における飛行油は上記 B に掲げる方法による飛行のいずれかに該当する飛行、特定飛行といい、航空機の航行の安全への影響や地上及び水上の人及び物件への危害を及ぼす恐れがあることから原則として禁止されている。無人航空機の飛行形態の分類、カテゴリー、飛行の禁止空域及び飛行の方法に関する無人航空機の飛行形態については、そのリスクに応じて次に掲げる通りに分類される。特定飛行に該当しない飛行をカテゴリー飛行という、この場合には、航空法上は特段の手続きは不要で飛行可能である。特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において、無人航空機を飛行させるもの及び、これを補助するもの以外のもの、以下、第三者という、の立ち入りを管理する措置、以下、立入管理措置という、を講じた上で行うものを、カテゴリー飛行という。カテゴリー飛行のうち、特に、空港周辺、高度150メートル以上、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下並びに最大離陸重量 25kg 以上の無人航空機の飛行は、リスクの高いものとして、カテゴリー A 飛行といい、その他のカテゴリー飛行を、カテゴリー B 飛行という。特定飛行のうち立入管理措置を講じないで行うもの、すなわち第三者上空における特定飛行を、カテゴリー飛行といい、最もリスクの高い飛行となることから、その安全を確保するために最も厳格な手続きなどが必要となる。機体認証及び無人航空機操縦者技能証明。特定飛行については、航空機の航行の安全への影響や地上及び水上の人及び物件への危害を及ぼす恐れがあることから、1使用する機体、2操縦するものの技能及び3運航管理の方法の適格性を担保し、飛行の安全を確保する必要がある。このうち、1使用する機体及び2操縦するものの技能について、国があらかじめ基準に適合していることを確認したことを証明する。機体認証及び技能証明に関する制度が設けられている。機体認証及び技能証明については、無人航空機の飛行形態のリスクに応じ、カテゴリー飛行に対応した第一種機体認証及び一等無人航空機操縦士、カテゴリー飛行に対応した第二種機体認証及び二等無人航空機操縦士と区分されている。機体認証のための検査は、国または国が登録した民間の検査機関、以下、登録検査機関という、が実施し、機体認証の有効期間は、第1種は1年、第2種は3年である。技能証明のための試験は、国が指定した民間の試験機関、以下、指定試験機関という、が実施し、技能証明の有効期間は、1など及び2などともに3年である。特定飛行を行う場合の航空法上の手続きなど、特定飛行の安全を確保するためには、無人航空機の飛行形態のリスクに応じて、1使用する機体、2操縦するものの技能及び3運航管理の方法の適格性を担保する必要があることから、飛行形態の分類に対応して次に掲げる通りとなる。カテゴリー B 飛行に関しては、技能証明を受けた者が、機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合には、特段の手続きなどなく飛行可能である。この場合、国土交通省令で定める飛行の安全を確保するための措置、以下、安全確保措置という、として飛行マニュアルを作成し遵守しなければならない。カテゴリー A 飛行に関しては、カテゴリー B 飛行に比べてリスクが高いことから、技能証明を受けた者が、機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であっても、あらかじめ3運航管理の方法について、国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可、承認を受けることにより可能となる。なお、カテゴリー A 飛行及びカテゴリー B 飛行は、ともに、機体認証及び技能証明の両方またはいずれかを有していない場合であっても、あらかじめ1使用する機体、2操縦するものの技能及び3運航管理の方法について、国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可、承認を受けることによっても、可能となる。カテゴリー飛行に関しては、最もリスクの高い飛行となることから、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させることが求められることに加え、あらかじめ3運航管理の方法について、国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可、承認を受けることにより可能となる。3、航空機の運航ルールなど、無人航空機は、航空機と同様、空中を飛行する機器であることから、万一の場合には、航空機の航行の安全に重大な影響を及ぼす恐れがある。
この観点から、1航空機の航行安全は、人の生命や身体に直接関わるものとして最大限優先すべきものであること。2航空機の速度や無人航空機の大きさから、航空機側から無人航空機の機体を視認し回避することが困難であること。3無人航空機は、航空機と比較して一般的には、機動性が高いと考えられることから、航空機と無人航空機間で飛行の進路が交差し、または接近する場合には、航空機の航行の安全を確保するためにも、無人航空機側が回避することが妥当であり、航空機は無人航空機に対して進路権を有するとされている。無人航空機の操縦者は A 国が提供しているドローン情報基盤システム、飛行計画通報機能などを通じて飛行情報を共有し、B 飛行前に航行中の航空機を確認した場合には飛行させないなどして、航空機と無人航空機の接近を事前に回避するとともに、C 飛行中に航行中の航空機を確認した場合には無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じることが求められている。我が国においても無人航空機と航空機のニアミス事案や無人航空機により空港が閉鎖される事案などが発生しており、ひとたび航空機に事故が発生した場合には甚大な被害が生じる恐れがあることから、航空機と同じ空を飛行させる無人航空機の操縦者も航空機の運航ルールを十分に理解することが極めて重要である。計器飛行方式及び有視界飛行方式、計器飛行方式 IFR は、航空交通管制機関が与える指示などに常時従って行う飛行の方式である。高速で高高度を移動する旅客機は通常は計器飛行方式 IFR で飛行する。その他の航空機も有視界飛行方式 VFR ができない気象状態となった場合には計器飛行方式 IFR で飛行する。有視界飛行方式 VFR は計器飛行方式 IFR 以外の飛行の方式とされ、航空機の操縦者の判断に基づき飛行する方式である。小型機や回転翼航空機は有視界飛行方式 VFR で飛行することが多い。空港及びその周辺においては有視界飛行方式で飛行する航空機も航空交通管制機関が与える指示などに従う必要がある。150メートル以下での航空機の飛行は離着陸に引き続く場合が多いが、捜索有は救助を任務としている公的機関、警察、消防、防衛、海上保安庁などの航空機や緊急医療用ヘリコプター及び低空での飛行の許可を受けた航空機、物資輸送、送電線巡視、薬剤散布などは離着陸に関わらず150メートル以下で飛行している場合がある。無人航空機の操縦者は航空機と接近及び衝突を避けるため、無人航空機の飛行経路及びその周辺の空域を注意深く監視し、飛行中に航空機を確認した場合には、無人航空機を地上に降下させるなどの適切な措置を取らなければならない。航空機の操縦者による見張り義務。航空機の操縦者は、航空機の航行中は、飛行方式に関わらず、視界の悪い気象状態にある場合を除き、他の航空機その他の物件と衝突しないように見張りをすることが義務付けられているが、航空機の飛行速度や無人航空機の大きさを考慮すると、航空機側から無人航空機の機体を視認し回避することは困難である。無人航空機の操縦者は、これを理解した上で、無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域を注意深く監視し、飛行中の航空機を確認した場合には、無人航空機を地上に降下させるなどの適切な措置を取らなければならない。出発前の航空情報の確認。航空機の機長は、出発前に運航に必要な準備が整っていることを確認することとされ、その一環として、国土交通大臣から提供される航空情報を確認することが義務付けられている。無人航空機は、高度150メートル以上または空港周辺の空域の飛行は原則禁止されているが、航空機の空域との分離を図ることにより安全を確保することとしている。このため、無人航空機がこれらの禁止空域を飛行する場合には、当該空域を管轄する航空交通管制機関と調整し、支障の有無を確認した上で飛行の許可を受ける必要があるが、その上で、無人航空機の操縦者は、次に掲げる航空機の空域の特徴や注意点を十分に理解して慎重に飛行し、航空交通管制機関などの指示などを遵守する必要がある。国は、航空交通の安全及び秩序を確保するため、航空交通管制業務を実施する区域、管制区域を設定している。管制区域以外の空域を非管制区域という。航空交通管制区は、地表または水面から200メートル以上の高さの空域の内国が指定した空域であり、計器飛行方式により飛行する航空機は、航空交通管制機関と常時連絡を取り、飛行の方法などについての指示に従って飛行を行わなければならない。また、航空交通管制権は、航空機の離着陸が頻繁に実施される空港など及びその周辺の空域であり、すべての航空機が航空交通管制機関と連絡を取り、飛行の方法や離着陸の順序などの指示に従って飛行を行わなければならない。空港の制限表面の概要。航空機が安全に離着陸するためには、空港周辺の一定の空間を障害物がない状態にしておく必要があるため、航空法において次のような制限表面を設定している。あ、すべての空港に設定するもの。
侵入表面、侵入の最終段階及び離陸時における航空機の安全を確保するために必要な表面、水平表面、空港周辺での旋回飛行など低空飛行の安全を確保するために必要な表面、定位表面、侵入をやり直す場合などの側面方向への飛行の安全を確保するために必要な表面、東京、成田、中部、関西国際空港及び政令空港において指定することができるもの。東京、羽田、成田、中部、関西国際空港及び政令空港、釧路、函館、仙台、大阪国際、松山、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇の各空港においては、航空機が頻繁に離着陸することから、上気圧の制限表面に加え、次の制限表面も設定されている。円錐表面、大型化及び高速化により旋回半径が増大した航空機の空港周辺での旋回飛行などの安全を確保するために必要な表面、延長侵入表面、精密侵入方式による航空機の最終直線侵入の安全を確保するために必要な表面外側水平表面、航空機が最終直線侵入を行うまでの経路の安全を確保するために必要な表面、片木型航空機に対する規制、重量 100g 未満の片木型航空機についても、航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為は、航空法により規制されている。航空交通管制権、航空交通情報権、航空交通管制区内の特別管制区域などにおける片木型航空機の飛行は禁止されている。また、国土交通省が災害などの発生時に後述の緊急用務区域を設定した場合には、当該区域における飛行も禁止される。航空機登録制度の背景、目的。無人航空機による不適切な飛行事案への対応の必要性や無人航空機の利活用の増加に伴い、無人航空機の登録制度が創設された。その目的は、1、事故発生時などにおける所有者把握、2、事故の原因究明など安全確保上必要な措置の実施、3、安全上問題のある機体の登録を拒否し安全を確保することである。無人航空機登録制度の概要。すべての無人航空機、重量が 100g 未満の片木型航空機は除く、は、国の登録を受けたものでなければ、原則として、航空のように供することができない。登録の有効期間は3年である。登録記号を表示し、一部の例外を除きリモート ID 機能を備えなければならない。登録を受けることができない無人航空機。製造者が機体の安全性に懸念があるとして回収、リコールしているような機体や事故が多発していることが明らかである機体など、あらかじめ国土交通大臣が登録できないものと指定したもの、表面に不要な突起物があるなど地上の人などに衝突した際に安全を著しく損なう恐れのある無人航空機。遠隔操作油は自動操縦による飛行の制御が著しく困難である無人航空機。登録の手続き及び登録記号の表示。無人航空機の登録の申請はオンラインまたは書類提出により行い、手数料の納付などすべての手続き完了後、登録記号が発行される。登録記号は無人航空機の容易に取り外しができない外部から確認しやすい箇所に耐久性のある方法で鮮明に表示しなければならない。登録記号の文字は機体の重量区分に応じて次の高さとし、表示する字色と鮮明に判別できる色で表示しなければならない。最大離陸重量 25kg 以上の機体は 25mm 以上。最大離陸重量 25kg 未満の機体は 3mm 以上。所有者有は使用者の氏名や住所などに変更があった場合には、登録事項の変更の届け出をしなければならない。3年の有効期間ごとに更新を受けなければ、登録の効力を失う。リモート ID 機能の搭載の義務、機体への物理的な登録記号の表示に加え、識別情報を電波で遠隔発信するリモート ID 機能を機体に備えなければならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、リモート ID 機能の搭載が免除される。無人航空機の登録制度の施行前、2022年6月19日までの事前登録期間中に、登録手続きを行った無人航空機、あらかじめ国に届け出た特定区域、リモート ID 特定区域の上空で行う飛行であって、無人航空機の飛行を監視するための補助者の配置、区域の範囲の明示などの必要な措置を講じた上で行う飛行、十分な強度を有する紐、など、長さが30メートル以内のものにより係留して行う飛行、警察庁、都道府県警察または海上保安庁が警備その他の特に秘匿を必要とする業務のために行う飛行、リモート ID 機器の概要及び発信情報。リモート ID 機能は識別情報を電波で遠隔発信するためのものであり、内蔵型と外付き型がある。当該機器は技術企画書に準拠して開発、製造される。リモート ID 機能により発信される情報には、性的情報として無人航空機の製造番号及び登録記号、動的情報として位置、速度、高度、時刻などの情報が含まれており、所有者や使用者の情報は含まれない。1秒に1回以上発信される。規制対象となる飛行の空域及び方法、特定飛行の補足事項など、規制対象となる飛行の空域。航空法に基づき原則として無人航空機の飛行が禁止されている。空港などの周辺の空域は、空港やヘリポートなどの周辺に設定されている侵入表面、
定位表面もしくは水平表面または延長侵入表面、円錐表面もしくは外側水平表面の上空の空域、侵入表面などがない飛行場周辺の航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして、国土交通大臣が告示で定める空域である。ただし、航空機の離着陸が頻繁に実施される新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港では、侵入表面などの上空の空域に加えて、侵入表面もしくは定位表面の下の空域または、空港の敷地の上空の空域についても、飛行禁止空域となっている。国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察または地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機の内捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保するため、国土交通省が緊急用務を行う航空機が飛行する空域、緊急用務空域を指定し、この空域では原則、無人航空機の飛行が禁止される重量 100g 未満の片木型航空機も飛行禁止の対象となる。災害などの規模に応じ、緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合には、国土交通省がその都度、緊急用務区域を指定し国土交通省のホームページツイッターにて公示する。無人航空機の操縦者は飛行を開始する前に当該空域が緊急用務区域に該当するか否かの別を確認することが義務付けられている。空港などの周辺の空域、地表もしくは水面から150メートル以上の高さの空域または人口集中地区の上空の飛行許可があっても、緊急用務区域を飛行させることはできない。高度150メートル以上の空域。高度150メートル以上の飛行禁止空域とは海抜高度ではなく無人航空機が飛行している直下の地表または水面からの高度差が150メートル以上の空域を指す。このため、山岳部などの起伏の激しい地形の上空で無人航空機を飛行させる場合には、意図せず150メートル以上の高度差になる恐れがあるので注意が必要である。人口集中地区ディット、デンスリー・インハバイティッド・ディストリクトは、5年ごとに実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域であり、現在は令和2年の国勢調査の結果に基づく人口集中地区が適用されている規制対象となる飛行の方法。無人航空機の操縦者は、日中、日出から日没までの間における飛行が原則とされ、それ以外の飛行の方法、夜間飛行は、航空法に基づく規制の対象となる。日中とは国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入り日の時刻までの間を指す。無人航空機の操縦者は、当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させることが原則とされ、それ以外の飛行の方法、目視外飛行は、航空法に基づく規制の対象となる。目視により常時監視とは飛行させるものが自分の目で見ることを、指し双眼鏡やモニター FPV、ファーストパーソンビューを含む、による監視や補助者による監視は含まない、メガネやコンタクトレンズの使用は目視に含まれる。無人航空機の操縦者は、当該無人航空機と地上または水上の人または物件との間に30メートル以上の距離、無人航空機と人または物件との間の直線距離を保って飛行させることが原則とされ、それ以外の飛行の方法は、航空法に基づく規制の対象となる。人または物件とは第三者または第三者の物件を指し無人航空機を飛行させるもの及びその関係者並びにその物件は該当しない。また、物件とは A 中に人が存在することが想定される機器、B 建築物その他の相当の大きさを有する工作物などを指す。具体的な物件の例は次の通り、車両など、自動車、鉄道車両、機動車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーンなど、工作物、ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、外壁などなお、土地や自然物、樹木、雑草などは物件に該当しない。無人航空機の操縦者は、多数の者の集合する催しが行われている場所の上空における飛行が原則禁止されている。多数の者の集合する催しとは特定の場所や日時に開催される多数の者が集まるものを指す。その該当の有無については、催し場所上空において、無人航空機が落下することにより地上などの人に危害を及ぼすことを防止するという趣旨に照らし、集合する者の人数や規模だけでなく、特定の場所や日時に開催されるかどうかによって総合的に判断される。具体的には、次の通り。祭礼、縁日、展示会のほか、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、町内会の盆踊り大会、デモ、G 行為など、該当しない例自然発生的なもの、信号待ちや混雑により生じる人混みなど、また、多数の者の集合する催しが行われている場所の上空における飛行に際しては、風速5メートルパーセカンド以上の場合は飛行を中止することや、機体が第三者及び物件に接触した場合の危害を軽減する構造を用意していることが必要である。無人航空機の操縦者は、当該無人航空機により危険物を輸送することが原則禁止されている。危険物とは火薬類高圧ガス引火性、液体可燃性物質酸化性物質類毒物類放射性物質腐食性物質などが該当する。無人航空機の飛行のため当該無人航空機で輸送する物件は、
危険物の対象とならない。例えば、無人航空機の飛行のために必要な燃料や電池、安全装置としてのパラシュートを解散するために必要な火薬類や高圧ガス、業務用機器、カメラなどに用いられる電池が該当する。無人航空機の操縦者は、当該無人航空機から物件を投下させることが原則禁止されている。物件の投下には、水や農薬などの液体や、霧状のものの散布も含まれる。無人航空機を使って物件を設置する、置く。行為は、物件の投下には含まれない。規制対象となる飛行の空域及び方法の例外、捜索、救助などのための特例。国や地方公共団体または、これらから依頼を受けた者が、事故、災害などに際し、捜索、救助などの緊急性のある目的のために無人航空機を飛行させる場合には、特例として飛行の空域及び方法の規制が適用されない。災害時の対応であっても、国や地方公共団体に関わらない独自の活動にあっては、特例の対象とはならず、国の飛行の許可、承認などの手続きなどが必要となる。高度150メートル以上の空域の例外。地表または水面から150メートル以上の高さの空域に関しては、航空機の空域と分離する観点から原則として飛行が禁止されているが、煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、高度150メートル以上の空域であっても、当該構造物から30メートル以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域から除外されている。ただし、当該構造物の関係者による飛行を除き、第三者または第三者の物件から30メートル以内の飛行に該当することから、当該飛行の方法に関する手続きなどは必要となる。十分な強度を有する紐などで係留した場合の例外。十分な強度を有する紐、等し30メートル以下で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立て入り管理などの措置を講じて無人航空機を飛行させる場合は、人工集中地区、夜間飛行、目視外飛行、第三者から30メートル以内の飛行及び物件投下にかかる手続きなどが不要である。自動車、航空機などの移動する物件に紐などを固定して、または人が紐などを持って移動しながら無人航空機を飛行させる行為、曳航は、係留には該当しない。その他の補足事項など、第三者とは無人航空機の飛行に直接または間接的に関与していないものを言う。次に掲げる者は無人航空機の飛行に直接または間接的に関与しており、第三者には該当しない。無人航空機の飛行に直接関与しているもの。直接関与しているものとは、操縦者、うつつに操縦はしていないが、操縦する可能性のあるもの、補助者など無人航空機の飛行の安全確保に必要な要因とする。無人航空機の飛行に間接的に関与しているもの、間接的に関与しているもの、以下。間接関与者という、とは、飛行目的について無人航空機を飛行させるものと、共通の認識を持ち、次のいずれにも該当するものとする。無人航空機を飛行させるものが、間接関与者について無人航空機の飛行の目的の全部または一部に関与していると判断している。間接関与者が無人航空機を飛行させるものから、無人航空機が計画外の挙動を示した場合に従うべき明確な指示と安全上の注意を受けている。なお、間接関与者は、当該指示と安全上の注意に従うことが期待され、無人航空機を飛行させる者は、指示と安全上の注意が適切に理解されていることを確認する必要がある。間接関与者が無人航空機の飛行目的の全部または一部に関与するかどうかを自ら決定することができる。特定飛行に関しては、無人航空機の飛行経路下において、第三者の立ち入りを管理する措置、立て入り管理措置を講ずるか否かにより、カテゴリー飛行とカテゴリー飛行に区分され、必要となる手続きなどが異なる。立て入り管理措置の内容は、第三者の立ち入りを制限する区画、立て入り管理区画を設定し、当該区画の範囲を明示するために必要な標識の設置などとしており、例えば、関係者以外の立ち入りを制限する旨の看板、コーンなどによる表示、補助者による監視及び口頭警告などが該当する。3、無人航空機の操縦者などの義務。無人航空機の操縦者が遵守する必要がある運航ルール。アルコールまたは薬物の影響下での飛行禁止。アルコールまたは薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができない恐れがある間において飛行させないこと。アルコールとはアルコール飲料やアルコールを含む食べ物を、指し薬物とは麻薬や覚醒剤などの規制薬物に限らず医薬品も含まれる。アルコールによる身体への影響は、個人の体質やその日の体調により異なるため、体内に保有するアルコールが微量であっても無人航空機の正常な飛行に影響を与える恐れがあるため、体内に保有するアルコール濃度の程度にかかわらず、体内にアルコールを保有する状態では無人航空機の飛行を行ってはならない。無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整っていることを確認した後において飛行させること、外部点検及び作動点検による無人航空機の状況の確認、各機器の取り付け状況、ネジなどの脱落や緩みなど、発動機モーターなどの故障との有無、機体、プロペラ、フレームなどの損傷や歪みの有無、通信系統、推進系統、電源系統、自動制御系統などの作動状況などの確認が挙げられる。無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況の確認。
飛行空域や周囲における航空機や他の無人航空機の飛行状況、飛行空域や周囲の地上または水上の人、第三者の有無、または物件、障害物などの有無の状況、航空法その他の法令などの必要な手続きなどの状況、緊急用務区域、飛行自粛要請区域の該当の有無、立入管理措置、安全確保措置などの準備状況などの確認が挙げられる。飛行に必要な気象情報の確認、天候、風速、指定など当該無人航空機の飛行に適した天候にあるか否かを確認する。燃料の搭載量有はバッテリーの残量の確認。リモート ID 機能の作動状況、リモート ID 機能の搭載の例外となっている場合を除く。航空機または他の無人航空機との衝突防止。飛行前において、航行中の航空機を確認した場合には飛行を行わないこと、また、飛行中の他の無人航空機を確認した場合には飛行日時、飛行経路、飛行高度などについて他の無人航空機を飛行させるものと調整を行うこと、飛行中において、航行中の航空機を確認した場合には地上に降下させるなど、接近有は衝突を回避するための適切な措置を取ること、また、飛行中の他の無人航空機を確認した場合には、当該無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させ、接近有は衝突の恐れがあると認められる場合には地上に降下させるなど適切な措置を取るとともに、飛行日時、飛行経路、飛行高度などについて他の無人航空機を飛行させるものと調整を行うこと、他人に迷惑を及ぼす方法での飛行禁止。飛行上の必要がないのに高調音を発し、または急降下し、その他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。他人に迷惑を及ぼすような方法とは、人に向かって無人航空機を急接近させることなどを指す。使用者の整備及び改造の義務。登録を受けた無人航空機の使用者は、整備及び必要に応じて改造をし、当該無人航空機が安全上の問題から、登録を受けることができない無人航空機とならないように維持しなければならない。登録記号の機体への表示も維持しなければならない。事故の場合の措置。次に掲げる無人航空機に関する事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、直ちに当該無人航空機の飛行を中止するとともに、負傷者がいる場合にはその救護、通報、事故などの状況に応じた警察への通報、火災が発生している場合の消防への通報など、危険を防止するための必要な措置を講じなければならない。また、当該事故が発生した日時及び場所などの必要事項を国土交通大臣に報告しなければならない。無人航空機による人の死傷有は物件の損壊。人の死傷に関しては重傷以上を対象とする。物件の損壊に関しては第三者の所有物を対象とするが、その損傷の規模や損害額を問わずすべての損傷を対象とする。航空機との衝突有は接触。航空機または無人航空機のいずれかまたは両方に損傷が確認できるものを対象とする。重大インシデントの報告。長期事故が発生する恐れがあると認める事態、重大インシデントが発生した場合にあっても、国土交通省への報告が義務付けられている。重大インシデントの対象としては、飛行中航空機との衝突有は接触の恐れがあったと認めた事態、重傷に至らない無人航空機による人の負傷、無人航空機の制御が不能となった事態及び無人航空機が発火した事態、飛行中に発生したものに限る、が含まれる。特定飛行をする場合に遵守する必要がある運航ルール。無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、あらかじめ次に掲げる事項などを記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合には事後の通報でもか、具体的には国が提供しているドローン情報基盤システム飛行計画通報機能に入力することにより通報する。無人航空機の登録記号及び種類並びに形式認証を受けたものに限る。無人航空機を飛行させる者の氏名並びに技能証明書番号、技能証明を受けたものに限る。及び飛行の許可、承認の番号、許可、承認を受けた場合に限る。飛行の目的、高度及び速度、飛行させる飛行禁止区域及び飛行の方法、出発地、目的地に到着するまでの所要時間、立入管理措置の有無及びその内容、損害賠償のための保険契約の有無及びその内容、無人航空機を飛行させる者は、通報した飛行計画に従って、特定飛行をしなければならない。国土交通省は、当該飛行計画の通報を受けた場合に安全の確保のために必要と認めるときは、特定飛行の日時または、経路の変更など必要な措置を講ずるよう指示する場合があり、当該指示を受けた場合には、その指示に従わなければならない。ただし、安全を確保するためにやむを得ない場合は、この限りではない。なお、特定飛行に該当しない無人航空機の飛行を行う場合であっても、飛行計画を通報することが望ましい。飛行日誌の傾向及び記載。無人航空機を飛行させる者は、特定飛行をする場合には、飛行日誌を携帯することが義務付けられる。飛行日誌は、紙または電子データ、システム管理を含む、の携帯を問わないが、特定飛行を行う場合には、必要に応じ速やかに参照や提示できるようにする必要がある。特定飛行を行う者は、無人航空機に関する情報、登録記号、種類、
形式、製造者、製造番号などに加え、次に掲げる事項などを遅滞なく飛行日誌に記載しなければならない。特定飛行に該当しない無人航空機の飛行を行う場合であっても、飛行日誌に記載することが望ましい。飛行の年月日、離着陸場所、時刻、飛行時間、飛行させたものの氏名、不具合及びその対応など、日常点検記録日常点検の実施の年月日、場所、実施者の氏名、日常点検の結果など、点検整備の実施の年月日、場所、実施者の氏名、点検、修理、改造、整備の内容、理由など、